最強トラップ、事故がマジで起きづらい襲撃者トラップをご紹介。マイクラで大量に必要なエメラルドや最強アイテム、不死のトーテムを無限にゲットすることができます。事故も起きづらい紙設計、初心者さんでも作れるように丁寧に解説してます。いつでも見返せるようにグッドで保存。それでは作っていく。まず作る場所を選ぶんですが、作りたい場所の半径150マス以内には村が絶対にないようにしてください。そっちに湧いてしまいます。今回海で作りますが、水面、そして平原だったらね、そちらに立っていただいて、この状態から上に100マス伸ばしていきます。そして使用素材、作る前の注意点説明欄にございます。そしてこの動画、襲撃者トラップということで注意点のオンパレードです。必ず最後までご覧ください。はい、100マス伸ばしました。そしたら葉っぱを持ちまして、まずこの横、どこの方向でもいいんで3マス追加します。合計4マスにして、そこから長方形の土台を作りたいので、横に合計10マスになるよう伸ばします。1、2、3、4という計算ですね。合計10マス伸ばせたら 4×10 の長方形になるように土台を作っていきます。これ必ず葉っぱで行ってください。はい、そして中も埋めまして、ここで重要なのが上がってきたこの土台も必ず葉っぱに置き換えてください。 4×10 の長方形を葉っぱで作りました。そしたら最初に立てた塔の葉っぱの中にお水をジャキン入れてください。そうすると水が垂れます。この水を使ってね、水流エレベーターみたいな感じで、もし資材が足りなくなったり拠点に戻る必要があった時は戻ってみてください。この最初の塔から上がってきたここを正面として、まず奥に石ブロックなどで4マス置きます。そして手前側にも合計4マスになるように置いていきまして、左右石を設置。上から見るとこんな感じ。そして蓋してドーナツ状にして、そしてここからこの石の筒を合計13マス上に伸ばします。1、2、3。こういう形ですね。そして置いていくおすすめな方法としては、このようにね、3マスぐらい一気に立てて、ドーナツをじゅんぐり作っていくのがおすすめです。そした方がね、落下ダメージなどがなくできます。ただ数えてくださいね、必ず。今6個。上げたので7、8、9、これを合計13マス。はい、ドカーンと13マス合計で伸ばしました。そうしたら正面側に立ちまして、真ん中のこの 2×3 のブロックを破壊します。今破壊した下にはチェストを置いて、この筒の中に入ってからチェストに向かってホッパーを2個つけます。はい。狭いですが、しゃがみながらホッパーにホッパーをつける。そして、今置いたホッパーの上に立って、ホッパーの横にホッパーをつける。これ必ずホッパーのつける位置大事なので、動画の通りにしてください。ここまでできたら、ホッパーの上にハーフブロックを置いていって、上にはガラスを2個設置します。次に、ガラスの下にはトラップドアを設置。こうすることによって、ここで敵モブを処理していくという形になります。ここまでできたら、仮ブロックなどで上に上がっていただき、到着。ここから向きがとても大事です。右側に葉っぱの足場が映ってることを確認してください。右上に葉っぱの足場が見えていたら正解です。この位置に立って、このブロックを起点に、右上と左上に葉っぱブロックを合計4マス伸ばしていきます。ゆっくりやっていきましょう。まず、この頂点立ちまして、葉っぱの足場側に葉っぱを4マス追加で伸ばしました。よいしょ。はい。一回戻りましょう。この位置関係ですね。では、左上方向にも伸ばしていきます。2、3、4。そうすると、ひし形の頂点から斜めにね、4マスずつ伸びて、右側に葉っぱの足場映ってます。そして、この2辺をつないで、また四角を作ります。よいしょ。そうすると、このような形で、石ブロックのひし形と葉っぱブロックのひし形が2個できました。そして右側には葉っぱの足場が見えている。この位置関係が正常です。ここまで来たら葉っぱの中全部埋めてあげまして、この状態を目指してください。ここまでできましたら、ベッドをこの位置に置きたいんですが、葉っぱブロックの上にはね、置けません。なので、一回、はい、この位置です。上から見るとこんな感じ。これが印ですね。この石ブロックの位置に、まず、ベッドを置きます。で、この中の石壊したいんで、一回葉っぱ壊させていただいて、グッバイってしてから、地面埋めてあげます。そうすると、ベッドだけ残ります。で、またしても葉っぱ戻してあげて、上全部葉っぱの状態で、ベッドが置かれている状態を作る。
そしたらベッドの横1マス開けて職業ブロックを設置して、必ずこの、ヤシ台の横には松明を設置。このヤシ台の上に1回葉っぱブロックを設置します。これまずこの葉っぱブロック超重要。上から見るとこの位置関係、ここまでできたら最初に立っているこの頂点に2マス縦積みして、よいしょ、ぐるっと葉っぱの四角を囲っていきます。外縁に全部置いていく。高さは2マスですね。追加で置いていきます。ぐるっと囲みましたら、このような形になってるかご確認ください。必ず松明と上に葉っぱ置いてください。そうしたらこの中に村人さんを連れてきたいんですよ。ここが一番の襲撃者トラップのサビでございます。まず皆さんは作っていただく際、150マス以内に村がないことご確認いただきました。自分の拠点ないことご確認いただいてます。なので村人輸送が必要なんですね。で、人によっては平原に作っていたり、私のように海の上に作ってる方もいらっしゃると思いますが、ここから一度下に戻りましょう。下に戻るときはですね、仮ブロックでこう置いて、下がって置いて、下がって壊して、こうするとね、ダメージ受けずに、下に降りることができます。よいしょ。壊して。では、海の方も、下が硬い地面の方もね、ご安心ください。まずは水流エレベーターを使って下に戻ります。海の方は、ひょーんってね、飛んじゃって OK なんですが、ゆっくりやっていきましょう。はい、下到着したら、村がある方向、自分の拠点で一人村人連れてきていいよっていうところがあれば、その方向を向かってください。村人を連れてくる方法としては、この村人さんに、ボートをね、近く置いてあげて、乗ってくれ。乗ってくれ。頼む。はい、乗って。乗せてあげたら、リードをボートにつけます。そうすると、はい、このように、村人さんがね、引っ張ってこれるんですよ。これ簡単ですね。そして、じゃあ例えばですが、このような段差に落ちてしまった時も、引っ張りながら、こうジャンプして、よいしょ。そうするとね、ビョイーンと来てくれます。これをね、使ってあげてください。で、仮にこういう深い溝がある時は、ブロックとかでこうやって埋めてあげて、なるべく平らにしてあげると連れてきやすいですね。ただご安心ください。究極チャンネルは視聴者さんにお役立ちする動画を目指しているので、さっきの装置の中に入れるところまで一緒にゆっくりやっていきましょう。はい、リード、これ便利ですね。つなげました。このようにいきますよ。装置の近くまでボートであったりリードで引っ張ってくるなりして、ここ頑張り時です。ではお疲れ様でした。装置のね、この近くに連れてくるのかなり大変だったと思います。そうしたら、見えますかね、カーソルが今あるのが土台で、上の四角が村人さんをね、入れたい部屋なわけですよ。この、四角の真下には行かないように付近に立ちまして、海でやってる方も平原でやってる方もご安心ください。平原でやられてる方はまず地面に降り立ちまして、海でやられてる方も下からこのようにドーンとね、ブロックを縦積みして、はい、地面に立ちました。こうすることによって、海であろうが平原だろうが関係ありません。その上で、リードをボートにつけます。はい。こっからゆっくりやっていきましょう。そして仮ブロックで縦積みしていきながらもう上に上がるだけです。そうすると、はい、見てください。なんと、村人さんがついてきてくれるんですよ。結構簡単じゃない？これ難しい操作必要ありません。ただただ縦積みしていくだけでございます。そうするとリードはちぎれることなく、村人さんがね、安全についてきてくれるんですよ。ただ、ここから注意点あります。というか、先ほども申し上げた通り、この動画注意点のオンパレードでございますんで、絶対に飛ばさずに、そして最後までご覧ください。もうマジで動いてほしいんで皆さんに。ドカーン縦積みしていきます。縦積みしていくと、まず、はい、装置のね、土台が見えてきました。そして、はい、村人さんを入れる必要のある部屋が見えてきました。ここで、なんか職業紐づきましたね。素晴らしい。こうなってたら OK です。で、今皆さんが見えている、この村人さんの部屋の天井のブロックありますでしょ？ここよりも10マスぐらい、まず高く縦積みしてあげてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。別に10マスでも12マスでも OK です。ただね、なるべく高い方が安定しますんで、10から12ぐらい。立てましたら、このね、しゃがみながら、仮ブロックをこう横に立てていって、村人さんのね、この、ちょっと待ってね。こっち来て。村人さんをこれもうゴリ押しで、はい、この、よし、オッケー。葉っぱの部屋の、見えますか？わかりますか？この葉っぱの部屋のね、真上に輸送するんですよ。もうクレーンみたいな感じで。こんな納金なんですかっていうね。これが一番ね、安定するやり方です。で、はい、見てください。葉っぱの上に確実に村人さんが到着しました。そうしたら、もう1マスぐらいこっちとか。位置定まりました。そしたら、リード持っていただいて、グッバイ。離すと、はい、ボートで、
上に行きました。ちなみになんですが、ボートに乗ってる村人落下ダメージ受けないので安心してください。で、はい、こちらの仮ブロックはね、一度破壊してやって OK です。っていうか破壊してください、必ず。仮ブロック厄介なのが、この付近に敵が分ける床があると、襲撃者そこに湧いちゃうんですよ。で、事故るんですよ。なんで、私がダイヤモンドで表現している仮ブロックは全て破壊してください。なので今のうちに、ドカーンとね、破壊しちゃいましょう。安全策として、下まで破壊。破壊したらまた水流で上に戻りましょう。戻ってきましたら、また仮ブロックを縦積みなどしていただいて、村人さんの装置の近くに行ってあげます。こんにちは、つって。はい、来ましたね、つって。で、繋げてですね、村人さん、ボート持っちゃって、こう中にこうやって入っちゃいましょう。これ落ちないようにしてくださいね。これ大変なんで。必ず中に入りまして、ボートを壊してあげる。そうすると、食についているかと思われます。ここまでできたら、一段上に石などで蓋してしまいます。よいしょよいしょ。村人さんグッバイつってね。お仕事よろしくねつって締めさせていただきまして、最初に立てたこの筒を同じ高さまで縦積みしてあげます。石などの、燃えないブロックが望ましいですね。立てていきます。そうすると、下には葉っぱの土台、上には筒があって、その斜め右下に 5×5 の正方形になっているはずです。では、まずね、この仮ブロック一回破壊しちゃいましょう。ただ、上だけ破壊して、下は後で壊しましょう。ここから上の作業が続きます。筒を左下に置いていただき、右下には、はい、葉っぱの土台がある、この位置関係の画面にしてください。ここまで来たら、下のこの側面から追加で、7マス右に伸ばしていきます。3、4、5、6、7。このような形になっているはずです。そして同じようにあちら側も伸ばしていきます。なので、筒側から、はい、右側にこの土台が見える上で、7マス伸ばしていく。3、4、5、6、7。筒の穴が左にありながらにして、2方向に伸びました。はい、ここのね、辺に立ちまして、大きな四角を作っていきます。なので、このように伸ばしていきながら、はい、端っこと端っこをつないでいく。よいしょ。そうすると、左に筒の穴がありながらにして大きな四角ができました。そしたら、中ね、全部石ブロックなどで埋めてあげてください。ほらほらほらと。はい、ぎっしりしっかり埋めてあげまして、このような形で埋まりました。では、この状態から、穴の左下の角にちょんとブロックを設置します。上から見るとこの位置関係。次に、今の穴の対角線の角に行きまして、角3マス。そして合計3マス。このような形で置いていきます。置き終わったら真ん中も埋めてあげて、奥にはブロック。そして石系の階段ブロックのくぼみをこちら側にするように置いていってください。上から見るとこんな感じ。ゆっくりやっていきましょう。安心してください。ここまでできたら、この穴の方に立ちまして、一番角にブロックを1マス置きます。そして、これを2辺フルブロックで埋めちゃいます。端っこまで埋めました。それをもう片方ブロックしっかり置いていく。上から見るとこのような形。左に穴があった上で両サイドに伸びてます。そしてこのじゃあ残ってる辺はどうするかというと、階段で敷き詰めていきます。必ずくぼみが四角の内側を向いているようにしてください。これを2辺やっていく。上から見るとこんな感じ。この状態で無限水源を作っていきます。まず、どこでもいいです。どこでもいいので、仮ブロックを 4×4 置いてあげてください。必ずこれ後で壊しますんで、究極チャンネルでは後で壊すブロック、ダイヤブロックで表現してます。4×4、これほんとどこでもいいですからね。ただ、装置の外枠で作ってください。まずはね、これ1段ドーナツ状にしてお風呂みたいにしていきます。2×2 のお風呂ができました。そしてね、この水入りバケツを2個、左上の角と対角線の右下の角に置きます。そうすると無限水源ができるんですね。試しに私もサバイバルで空バケツで水を1個すくってみると、どこでもいいです。すくうと、すくっても元に戻って水が取り放題になります。ここまでできたら、あとは空バケツを使って、今置いた階段の、この辺、階段の側面にお水を設置してあげる。そうすると、はい、片方から水がジャーンと流れてね、この穴のギリギリでピタッと止まってくれます。では、逆サイドやっていきましょう。階段の側面に無限になったお水を置いていく。今私クリエイティブでね、ジャバジャバ置いちゃってますけど、皆さんはここですくっていきながら置いてあげてください。そうすると、見てください。水流がこのように流れて、
ビタッと左下で止まってくれているのが正常です。そして水流がここ一瞬逆になってますが、まだご安心ください。後で調整します。というか後からじゃないと調整できないので、ここから皆さん空バケツ今3つ持っていただいていると思います。必ず3つね、水取っておいてください。取っておいた状態でこのお風呂ね、1回ブロック置いてから壊してあげると、あら不思議、水だけ消えますんで、仮ブロックすべて壊していただいて OK です。必ず水はブロックで消してから壊すようにしてください。そうしないとここ水浸しになっちゃいますんでね。壊しまして、上から見るとこんな感じ。こうなってたらもう全員でハイタッチだよ。そうしたら、はい、こちら、どこでもいいので縁に立ちまして、この縁ですね。ブロックで追加で5マス縦積みしていきます。4、5。これをね、ズバーンとやっていく。おすすめなのは3マスと2マスでこう分けていくのがいいかもしれないですね。そして階段の上置いちゃってください。必ず階段の上に置いてくださいね。では、ここはどうするのか。ここも平面になるように置いちゃってください。よいしょ。階段の上に置いていく。上から見るとこんな感じ。今皆さんなかなか見ることできませんが、今このような形になってます。仮ブロックはなくて OK。このような筒ができたら、一度下に降りまして、斜めの階段から水を1個流します。その上で、左側の階段にも流します。そうすると、綺麗にね、水流が流れております。で、皆さんこうやってうっかりしていくと、これ自分が穴に落ちちゃいますんで、必ずこう抗いながら壁の上に登りたいんですよ。そういう時、はい、注意点です。いきます。仮ブロックで、ここブロック置いちゃって OK です。で、置いちゃうと一回水流が変な風になって、なんか怖いですが、一回ね、ここ縦積みして、3マス縦積みしたら下の2マス壊してあげてください。そうすると、はい、水流元に戻ってくれます。で、これ縦積みして、はい、下のブロック破壊していく。で、破壊すると、水流が一時は不安になりましたけど、元に戻ってくれます。その上で上に上がれる。そして、この穴側の角に立ちまして、ブロックを追加で3マス伸ばします。追加で3マスです。上に立って伸ばしたら、この状態からまた追加で3マス伸ばす。1、2、3。はい、ここが起点ですね。左側にも、1、2、3。中心に立って、両サイドに3マスの壁が伸びてたら OK。こうなったら、この上には葉っぱを敷き詰めます。必ず置いてください。そうして、一度、この縁立ちまして、このでかい壁の上に全部葉っぱ敷き詰めます。これ必ず敷き詰めてください。ちなみにね、何の葉っぱでも OK でございます。置きまして、上から見るとこんな感じです。皆さん上にいると思いますんで、下の水流に落ちて、はい、ちょっとこれ流れて下落ちないようにしてください。この辺にブロック置いちゃってください。で、もう1マス置いちゃっても OK です。水流後で戻りますので安心してください。看板を設置するんですが、このブロックを起点にまずこの位置に看板、そして逆サイドにも看板を置いて、上に1マス開けて2マス目に看板、そしてはい、もう一度看板の上1マス開けて2マス目に看板。この位置関係で置けたら、この位置ですね。この側面どちらでもいいので溶岩入りバケツをオンライン。そうするとマグマが下に垂れて、はい、この位置でマグマが止まってくれます。これ木の看板燃えないんですかってご心配の方いらっしゃると思いますが、燃えません。ご安心ください。そうしたらいよいよ大詰め。一度水流のとこ行きまして、ブロック壊してあげます。そうすると、水流ね、元に戻ってくれます。で、この状態から処理層に戻りたいのですが、移行として一つは、このように、先ほどみたいにね、こう、一回ちょっと水流不安になりますが、上に上がって、下壊す方式で、水流元に戻しながら、上に上がってですね、よいしょ。3つ、バケツで水回収していただいたと思います。で、1個余ってると思うんですよ。あの階段に2個入れていただいたと思うんですが、残り1個余っていますんで、平原にお作りの方は、このように、石の側面ですね、必ず石の側面に水置いて、空バケツが1個できたと思いますんで、下にね、水がたらーりと、ある程度溜まったところで、はい、水を回収しながら、自分も一緒に降りていく。これがね、おすすめです。海の方は、ダイブしてあげて、平原とかにお作りの方は、ゆっくりゆっくり、下降りてですね、またしても水流で上がってくるのがいいかもしれません。さあ、ここまでできたら大詰めです。ここから注意点のオンパレード続きますんで、絶対最後まで見てください。まず、はい、私今回ダイヤブロックで仮ブロック表現していますが、
必ず仮ブロック撤去してください。そして、ちょっと今私クリエなんでこれビーンって移動できてしまいますが、装置の周り、そして装置の中、水流の上ですね。必ず仮ブロックがないことをご確認ください。この装置以外のところにブロックを置いてしまうと、そこに襲撃者が湧いてしまって動かなくなります。そして、どんどん注意点続きます。皆さん、まず装置を動かす前に確認いただきたいこと。設定を開きまして、難易度などを選べます。まず、ピースフルですと、この装置動きません。ピースフルっていうのは敵モブが湧かない仕様なんですね。イージー以上で動作します。一方で、ハードにしていただくと、襲撃のレベルも上がりますんで、より戦利品がお宝狙えます。ここの難易度設定は、逐一ご確認ください。その上で、下にガーっていくと、演算距離というのを確認することができます。必ずここ、4チャンクになっているかご確認ください。むちゃくちゃ重要です。で、もし4じゃないんですけどって方は、一度ゲームを終了していただいて、ワールドに入る画面の編集画面から、左の詳細設定を押していただいて、下にスクロールすると、演算距離を変更することができます。必ず4にしてください。そしたらプレイをしていただき、ここが待機所となるわけですが、ここにベッドは置かないでください。置いた方、必ず撤去してください。この装置の半径150マス以内には、ベッドや職業ブロック、金などは置かないでください。村判定になってしまうものは置かないようにしてください。逆に置いていいアイテムとしては、例えばここにチェストを置いていただいて、チェストを置いていただくのであれば、上に必ず葉っぱを置いてください。そして開くことできます。ここに、不吉な瓶とかをね、スタックしておくのがいいかもしれません。不吉な瓶を無限に集める装置は説明欄にありますんで、ぜひ。そしたら、あとここ松明一応置いておきましょう。この葉っぱの近くに、もうブロックとかはね、本当に置かない方がいいです。それでは私もサバイバルにしまして、こちら、不吉な予感の瓶を飲みます。いきます。このね、この装置の待機所の前で飲んでください、必ず。飲むと、むしゃむしゃ。はい、このマークが出まして、数十秒後に襲撃が始まります。なんでおすすめなのとしては、剣とかを持ちまして、この、前で待機してあげてください。さあ、始まるか？さあ、点滅、右上、剣の上、点滅してます。もうすぐ始まります。来た！襲撃が始まりました。さあ、ゲージが溜まっていき、この装置の上で湧くという仕組みでございます。さあ、どうだ？ドゥドゥンとなって、はい、戦いの火蓋が落とされました。今、水流で降ってきて落下ダメージプラス、この処理層で倒すことができます。すごくない？経験値も手に入り、エメラルド、そしてトーテムも手に入ります。ここからね、ウェーブが始まっていきますんで、最後まで頑張っていきましょう。してからすぐに倒してあげるのがおすすめです。よいしょ、よいしょ。さあ、そろそろ敵が強くなるはずです。もう現時点でトーテムゲットできたんで、トーテムいつでも持てるようにしとこう。さあ、どんどん。始まった瞬間からゲージ減ってってるのはね、秒でラベジャーがダメージ受けてる証拠ですね。うわー、トーテムをゲットできるよ。エメラルドも27個。倒していく。もう剣連打でもいいかもね、こうやって。ちょっと時間差で落ちてきたりもする。さあ、勝利来ました。こうすると、村の英雄がついて村人さんと攻撃安くなったりしますし、それはおまけなんですが、不死のトーテムが4つ集まって、エメラルドなどもゲットできました。で、こういういらないやつはね、ポイしちゃってください。作れた方ぜひグッドボタン、そして作れた方ぜひコメントください。励みになります。究極チャンネル、視聴者さんにお役立ちするチャンネルを目指して、100万人登録頑張ってます。ぜひ、こちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけると本当に嬉しいです。そして、他にも装置作りたい方、ぜひこちらをご覧ください。ということでご視聴ありがとうございました。